皆さんこんにちは。僕たちは DIY したハイエースで日本一周している夫婦です。今回は岩手県グルメ7選をご紹介していきます。いつもとは違って高級なお肉も出てきますので、ぜひこの動画で楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは早速どうぞ。巣の向かい側に小岩井農場があります。こちらは入場料が必要になりますが、その左手には綺麗に岩手山が見えております。岩手県最高峰の山です。どうでしたか？すごく濃厚で、バターミルクって書いてるけど、すごく濃厚。もたーっていう感じ。飲んだ時のドロッとしてる感じかな。めっちゃもたーっとしてる。バニラヨーグルトって市販に売ってるけどさ、あれをこう潰した時ってこんな食感になるんだけど。食感ね、濃厚なのに後味は全然残らないな。この量でちょうどいいと思う。これ1個飲むので、クリーム感も感じるヨーグルトだな。美味しかったね。うまかったわ、どっちも。基本的にソフトクリームのランクで別ジャンルではあるけど、こいつも上位にかなり入ってきます。じゃあ5位の中には入る？確実に入る。私も入るね。口に入れるまではほろっとしてるんだけど、入れたら溶けるっていう感じ。めっちゃ溶ける。滑らかっていう感じではないんだよ。だけどめっちゃ美味しい。すぐ溶けちゃうから、コーンだと慌てて食べんといかんや。うわ溶けちゃうと溶けてもゆっくり食べられるからカップもいいと思った。小岩井農場は日本一広い農場と言われてるみたいで、中にバーベキューできるところとか食事どころとかもあったりするので、ゆっくり時間がある方はそっち行ってからここで景色も見ながら食べるのがいいのかなと思いました。来てよかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。場がないのでこちらに飛べます。これ小にするわ。レアチーズにしてみようかな。普通で今お腹いっぱいなので小にします。今日ね、あんこそばを実は食べてきた後でして、なのにまた麺食べます。あんこそばの動画は別です。いただきます。もうね、すでにこの時点で納豆の匂いがすごい。辛めの濃いスープに納豆の味もしっかり出てて癖になるかも。これは結構味が濃い。上にもやしがたっぷり乗ってて、豚バラ肉も入ってて、豚キムチみたいな感じなんだけど、それに納豆が入ってるような味。麺結構太めです。すげえ、納豆がかなりスープが麺に絡んで美味しいわ。これはうまい。不思議だな、納豆感じる。レアチーズもせっかくいるんで、結構しっかり固めのレアチーズ。どう食べればいいのかな。麺食べて口に入れる。このスープと麺が洋風になる。爽やかな。これ合うな。不思議なんだよ。めちゃくちゃ合います。納豆はどこにいるの？見えないんだけど、スープの本当だね。引き割りなのがすごい細かな納豆なんだ。じゃあいただきます。感じるけど、美味しいんだけど、もやしがめっちゃいっぱい入ってる。そうだね。でこっちはコーンが入ってるから、両方も入ってるか。この甘みがまた辛さといい感じ。麺が思ったより弾力がある。太いんだけど、ただ太いだけじゃなくて、もちもち弾力のある若干なんだろう、縮れ麺だし、こう平麺っぽい四角い麺っていうのかな。粉い具とかトッピングが
たくさん入ってる。うまいぞ。うまいな。私は辛いのが好きだから、辛さ増しにしたんだけど、これでもめっちゃ辛さ好きな人にはちょうどいい。スープの味が濃いよね。うん、濃い。美味しいよ。うまい。美味しい。納豆嫌いの人にも食べれるんじゃないってぐらい納豆の存在が結構薄い。食べたら納豆じゃない。スープ飲んだら納豆入ってるかって思うぐらい。存在がそんなに感じないから苦手な人も克服できるかもしれない。すごい美味しい。チーズと一緒に食べるとなんか別の食べ物になる。爽やかすぎてすごい具の量たっぷりです。お疲れ様でした。しっかり食べきりましたけど、普通サイズはもうめちゃくちゃ多くて大盛り以上の多さでした。小で普通サイズぐらいのレベル。俺たち7時台に来たんですけど、8時過ぎたあたりからもうお客さんが一気に増えて、こちら夜の2時までやってるので、飲み会に行った後とかに立ち寄る地元の方々も多いと思います。夜遅くまでやってるので、ぜひ行ってみてください。駐車料金も100円で済みます。ごちそうさまでした。すごい種類がたくさんあって迷ったけど、やっぱ王道のあんバターは1個は買おうと思って買いました。サイズがね、手のひら両手分ある。めっちゃでかい。触った感じも超ふわふわそう。最初からふわふわそうだもんね。注文したらもうそこって塗っていくからさ、相当種類あるのにすごいなって思う。このメニュー制覇しようとしたら1年以上通わないと無理だと思う。住むかしないと。うん。超ふわふわだよ。うわ、ふわふわ。こんな感じでぎっしり。美味しそうだ。いただきます。コッペパンといえば給食のコッペパン思いますよね。おお、パンもふわふわだけど、このあんバターがすごい絶妙。バターのしょっぱさとあんがめっちゃ合う。バターが滑らかでめっちゃうまい。甘じょっぱくて超ふわふわで美味しい。こちら駐車場は店の敷地内に6台止めれるところがあるんですけど、それにプラスして裏に駐車場も5台分あるみたいです。朝7時から空いてるからね、朝ごはんに買うのいいよね。コップコーヒーと牛乳クリームサンドです。はい、確かにこれだとしっかり混ざりますね、クリームが。コーヒーは香ばしくてうまい。コッペパンって結構固めなイメージが強いと思うんだけど、やっぱ全然違いますね。大人になっても給食でコッペパン食べさせてもらってましたけど、このさ、上の部分だね。分かるけどポロポロ取れるやつやったもんね。そうこれがなくて美味しい。暑い。注文したらご希望の方は温めたものを出しますっていうことで、これちょうど焼きたてのものを出してもらいました。めっちゃ肉厚で分厚い。見た目プルプルそうだ。美味しそう。いただきます。お、二口目がすごい。うわ、しっかり香ばしさが外にあって、中のお肉超柔らかい。全く硬いところ一つもないです。偶然雑誌見ててね、本屋さんで見つけたお店で、ソウルフードと書いてあったの。駐車場は残念ながらお店のところにはないので、うん。近くのコインパーキングとかに止めるしかないんですけど、自分たちは途中でも片方が降りて急いで買って場所を移動して食べております。めちゃくちゃ美味しいよ。
すごそう。うん。これ骨付きと骨なしとあって、火曜日はうん骨なし肉の日っていうことで、20円ぐらい安かったかな。へえ逆に金曜日は骨付き肉の日っていうので、ちょっと割引になるみたい。へえめっちゃうまいよ。これ380円だけど、それだけでかいもん。でかいよね。2人で食べても全然いいぐらい。ディズニーランドとか、ユニバとかの、ローストチキンよりもいい。比べちゃいけんけど、本当にそのぐらい。それの倍ぐらいの大きさで安い。これ夜ご飯に買って帰りたい。これはいいうん。ね。わかる、この美味しさ。しっかりお肉を感じるし、ちょっとホロッとする感じもあるし。めっちゃうまい。クリスマスチキンこれでいいわ。このやっぱローストしてある皮のところもちょっと香ばしくて、これは食べ応えあるね。半分でもまだこんなにあるんよ。焼きたてを食べさせてもらえるのも最高だし、ね冷えたやつもちゃんと電子レンジとかの温め方みたいなのを書いててくれたし、超肉厚です。柔らかい。いい食べっぷりですね。プリプリ。塩辛すぎずで味付けもほんとちょうどいい。最後に一言。ジューシー。ですが、いただきます。前沢牛のステーキ重です。娘のしっかり、わかりますか？透けるような。こんなに薄いのに油がしっかりジュワって感じで、お肉の食感もすごくしっかりあります。とろけるような感じもありつつ、お肉も感じる。こんなに薄いんだよ。こんなに薄いのに。しゃぶしゃぶすき焼き、ステーキのこの3種類あってすごく迷ったんですけど、こちらは1日20食限定の人気メニューです。で、これでもうステーキも食べられるっていうのと、あとしゃぶしゃぶなんですよね。それでもう全てを楽しもうという作戦で。これすごいでもいいよね。お手軽で20食。これだけ圧倒的に安い1980円です。いただきます。油をまとったお肉のようです。めちゃくちゃ柔らか。わあ、贅沢ですね。乗ったお肉たちが踊っているかのようです。では、お肉いただきます。柔らかいのはもちろんなんですけど、肉に甘みがあってしっかりもも肉です。これはどぎもを抜かれる美味しさです。いただきます。しゃぶしゃぶとろける。柔らかい。油が甘い。うまい。しゃぶしゃぶ肉です。うまっ。早っ。でもしゃぶしゃぶの方がお肉本来の味が楽しめるんだなと思って。前沢牛が美味しいことは大体想像つくけど、やっぱお肉ですね。贅沢すぎる。大事に食べなきゃって思う。急いでガンガン食べようっていう感覚にはならない。ならない。丁寧に食べないと。ただおかみさんが挨拶に来てくださるんですよ。テーブルごとに挨拶に。席数は少ないんだけど、ゆっくりその分食べられる。
全然しゃぶしゃぶとすき焼きでは美味しいのか。お肉の質感も違うし、よかったかも。しゃぶしゃぶとすき焼き食べれて。松竹梅ってまた上のランクのセットもあったんだけど、そっちになるともちろん肉も大きくなると思うし、もも肉とか立派なお肉になると思うんだけど、ここ20食限定でも十分楽しめる。うん。こんなに前沢牛手軽に食べれるな。もしかしたらこんなに安いから前沢牛じゃないんじゃないって話をしてたら全部前沢牛のメニュー。来た方々でもっとランク上げたい方はそれで食べていただいて、僕らみたいな人は僕らみたいな人はこれで食べれる方法もあるんじゃないかな。うん。お疲れ様でした。綺麗に完食しましたが、結構お腹いっぱいになりました。丁寧に食べられたのでお腹いっぱい満足です。ごちそうさまでした。お団子に来ましたけど、顕微鏡の中にこうやってお店があります。並んでるところで待ってるんですけど、空飛ぶ団子というのが有名なのでこちらを食べに来ました。思ったより人が並んでおりました。1人前3本、3、4、5。2回叩いてる。歴史を調べてみたんだけどね、ネット情報によると海岸沿いの高低差を利用してちょっとユニークな方法を考えようってことで始めたらしいです。ただユニークから始まったとしたらだいぶ面白いよね。引く人は上腕筋と三頭筋が鍛えられるそうです。帰ってくるときが思ったより早い。スピード感がある。写真撮って。それと、あったかいお茶。ありがとうございます。君が頭下げたら向こうで。相手してくれてたよ。ありがとうございます。私最初叫ぼうかと思ってたから。ありがとうございます。ちょっと後ろの人多すぎてやめたい。こんな感じ、大きいやん。ここだ、あんこ、黒ごま、みたらしの3種類。味は選べません。これはお店の方に行ったら、1本から選べるみたいだから、1本140円。他の味もあるのかな。それから行くか、王道から行くか。平らな楕円の形のお団子です。本当だね。お餅が柔らかい。お餅柔らかくて美味しい。団子が似合いますね。黒ごまうまい。いや。うまい。どれが一番好みですか？黒ごま。黒ごま？あんこも優しい甘さで美味しい。いきます。うお、見た目よりも5倍ぐらい柔らかいぐらい。そんなにか。市販で売ってるみたらし団子の3個セットとかよくあったりするじゃん。あれよりもずっと柔らかい。柔らかいのに歯切れも良くて。もう黒ごまが美味しいね。美味しいやろ？発酵団子の由来についても見てみたんだけど、滑って降りるっていうので格好っていう説もあるし、本当に鳥の格好になぞらえてるっていう歴史もあるみたいやけど、どれが本当かは定かではないらしい。なるほどね。今は確か4代目の方がやってらっしゃるらしくて、この3種類食べ比べできるっていうのがすごくいいなって思います。ね、いいよね。下に敷いた状態で持ってこられるんですけど、しかもさ、少なすぎることもないしね、お茶の量もちょうどいい量で運ばれてくる。温かめの緑茶が、想像より美味しかったです。特にこっちじゃなくてもいいよって人は本当お店でゆっくり食べるのもありだし、この発酵団子が流れていく様子が見える席もあるから、そうだね。たまたまそこになった人は結構面白い。上から降りていく様子をお店側から見れるっていうのもあるらしいから。いいね、それも。本当に美味しいです、団子。食べても見ても楽しめる発酵団子でした。はい。ごちそうさまでした。向かいのお店に来まして、こっちからでも見れました。
団子いきまーす。早いな。いただきます。いただきます。人気ナンバー1、ナンバー2を注文しました。ベーコンとチキンは半分します。うわ、カレーのスパイスの香りがもうすでにこの辺に広がってる。ベーコンが分厚すぎてやばいです。お、辛さは中辛ぐらいに20倍にしてみたけど、ちょうどいいかな。めっちゃうまい。うわ、ベーコン分厚すぎる。チキンはカリッカリで、なんかジューシーです。超カリカリ。正直カレーとかって何を基準に美味しいというのかがわからないから難しいけど、このスパイスの感じと見た目のボリュームと美味しいと思ってる。すごく美味しい。贅沢なカレー。わあ、いいな。ここ近くにあったら通いたい。これ店舗がまた別店舗、2店舗ぐらいはあるのかな。なぜこちらのお店にしたかっていうと、自分たち星野源が好きで、こちらの店主さんが星野源のファンで、ずわーってもう今の自分たちの目の前は星野源のグッズやら写真やら CD やらがめっちゃいっぱい置いてあって、で音楽もずっと星野源の曲だからめっちゃ嬉しい。驚きなのが、グッズとかただこう並べてあるだけではなくて、ほんと CD のテーマごとに壁に並べてある、プラスこちらの方が手作りで作られた星野源の CD とかに似せた絵だったりとか、全部手作りのスペースがあったりとかがあって、めちゃくちゃ面白い。なんか本当にちょっとのファンとかじゃないレベル、めっちゃガチファンのその手作りもすごすぎて、クオリティがやばい、高い。もうほぼ芸術だろうっていうぐらいの工作力っていうのが、料理の提供時間が長いので、早めに来ることをお勧めするのと、もしその星野源さんが好きな方は絶対こっちの店舗に来て、待ってる間ずっと見てられるから、本当に俺ら飽きなかった。待ち時間それで過ごせる。卵とピーマン、ナス、キャベツ、舞茸、人参、じゃがいも、かぼちゃ、めっちゃ入ってる。全てが柔らかい。このベーコンもめっちゃ分厚いし、食べ応えもない。で、ご飯が美味しい。こういうターメリックライスっていうのか、スープカレーに合うんだなって。カリカリ、カリザク、ザクザクって感じ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ボリュームいっぱいで超お腹いっぱいになりました。やっとカット食べきりました。美味しかった。めっちゃ美味しかった。岩手県グルメ7選いかがだったでしょうか。今回食べた中で私が最も気に入ったのは格好団子です。空飛ぶ団子、騙されたと思って皆さんも一度食べに行ってみてください。団子にならないように程よくダイエットもしながら、これからも美味しいグルメをたくさん食べていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録して私たちの動画を見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さようなら。ノンフィクションみたいな。ノンフィクション。こう揺れる。小沢健二の童話村でございます。カマキリ。魔女は今飛んでるみたいと言っております。